本日なんですけど、2024年8月21日に公開されたモザの CRP2 レーシングペダルのレビューをしていきたいと思います。まずは開封なんですけども、本体はこんな感じになっていって、四隅にプロテクターが付けられていて、中の箱は特に中国から送ってもらってるんですけど問題ないですね。で、外箱の底にへこみがありましたけども、中までは至ってなかったので、問題はありませんでした。もう今まで数多くのモザ製品提供していただいたんで、箱を見ても、目新しさって正直なくなってきてはしまってるんですけど、いつも思うのは、綺麗な青い、カラーリングと、白い背景に製品の写真ということで、綺麗なデザインかなと思います。こちらはオプションのクラッチペダルですね。値段が15,900円です。最近物価上昇、そして円安の影響でですね、どんどん物の値段が上がっているので、もう多少値段が高いことがに対してもうよく分かんなくなってきましたけど、この2つのペダル合わせて8800円ですね。ちょっと概要欄も見てほしいんですけども、2ペダルが64,900円、クラッチペダルが15,900円、パフォーマンスキットはちょっとまだわからないので、また教えてもらった時にコメント欄に書くなりなんなりします。僕今現在はですね、キューシンクベルトのペダルをシムペダルズスプリントをメインで使ってるんですけど、それに比べて、いい点、そしてちょっとここがという点、それぞれ見つけはしましたんで、淡々と正直に言っていこうと思います。で、これまずプレートですね。ヒールプレート、ヒールというか土台ですよね。これも結構密度感があるというのと、結構いっぱい穴が開いてるというのでですね、期待できるんじゃないのかなと思って開封の時見てました。で、ヒール部分には、カーボンファイバーの何かがプレートが貼られているということです。で、これかかと用のストッパーもついてます。で、USB とホイールベースと直接接続する、RJ ケーブルですね、LAN ケーブルみたいなのが付属してます。で、ペダルも見ていきましょう。ペダルが入ってる袋は、ちょっと紙製っぽいような質感の袋ですね。で、基本的には黒いアルマイト加工がされていて、ダンパーというかスプリングの部分というか、その筒は金色のデザインです。で、この袋は六角レンチが入ってますね。長いやつと短いやつ、ちょっとこんな風に遊んでますけれど、六角レンチが付属しています。で、もう一つ、こっちのペダルがブレーキペダルですね。先ほどのアクセルペダルで、ブレーキペダルは2本の線が出ていて、これがロードセルと非接触センサー、非接触センサーで細かなペダルタッチを感知して、ロードセルセンサーで大きな動力を感知する、そういう考えで2つのセンサーを1つのブレーキペダルに対して使ってるんだと思います。これは USB ケーブルですね。これは PC とペダルを直接接続する場合に使用します。で、もう一つがRJ ケーブルなんですけど、これは例えば Xbox を使いたいだとか、
PC にわざわざ直接接続したくないよっていう時は、これをモザ製のホイールベースに接続すると、PC に接続しなくてもペダルを使うことができると。これは付属のオプション、付属のダンパーとバネですね。これがブレーキ用のパフォーマンスキットになります。で、ここの取説にあるように様々な組み合わせ方法があって、で組み合わせによって F1、F2、LMP1、そしてラリーカー、あとなんか GT3、GT4 ですね。その辺の真似ができるという風に書いてました。それではクラッチペダルの箱も開けていきましょう。で、このクラッチペダルの特徴なんですけど、大体の10万円近い、10万円超えてきたり10万円近いペダル、クラッチペダルだったらですね、そのクラッチを踏んだ時の感覚を模擬するような機構が組み入れられています。ファナテックの V3 とかもそうですし、私が持っているヒューシンクベルト、SPS についても同じように、初めの方は動力に対して線形っていうんですかね、踏んだら踏んだだけ、クラッチが切れていくんだけども、最後の方に一気にクラッチがズコッと切れるという風な機構が組み込まれてます。今回提供していただいたものを全部こう並べるとこんな感じです。で、右下と左上の袋はボルトナット類ですね。まずアクセルから見ていきましょうか。ですね、側面から見ると中心となるベアリングの部分の前後にですね、ボルトが2つ見えると思うんですけど、その右側の今手で触ったボルト、ここの位置を調整することによってどこまで踏み込めるかっていうのを物理的に変更することができます。手前だったらあまり踏み込めないし、今みたいに手前だったら踏み込めないし、奥で止めると踏み込む角度が深くなります。で、後ろ側にこう手で回せる、ネジみたいなのがあるんですけど、これでバネの初期縮み、プリロードっていうんですかね、それを調整することができます。アクセルのバネを変えることもできて、こうやってこのボルトカバーを外して、で一番前のこのボルトを、手で外せるんですけど、手で緩めてあげて、これを一番手前に持っていって、ちょっと力かけないといけないですけど、持っていくとこうなって、で外すことができて、中のバネがあるんですけど、これを交換することができますよと。でもう一つ付属のバネがあるんで、それで変化させることもできますという風になってます。あとペダルの角度を調整することができますね。で、後の方で説明しますけど、ペダルの高さも変えれます。この円筒の底のネジはというと、今見てもらったら分かるように、バネの初期の押し込み量というのを調整することができます。これによってどう変わるのかっていうとこがいまいちまだ感覚的には僕分かってないんですけど、こういう機構も用意されていると。今見せてるのはブレーキなんですけど、基本的にはそのペダルの高さと角度の変え方っていうのは同じです。で、初期のそのバネとダンパーにかける力の加え方っていうのは今手元で調整しているように、ボルトを緩めて、そして軸をこう回転させることによって、初期のバネ位置、ダンパー位置というのを変えることができます。で、中のダンパーとバネの変え方なんですけど、こうやってカバー外して、で一番手前のこのボルトを緩めて、
でブレーキを押し込んだらこのボルトを前の方に行かせれるんですけども、ブレーキがめちゃくちゃ硬いんで、これについてはペダルを設置してからじゃないとできないと思います。これはクラッチペダルですね。今指さしているところでペダルの踏み込む深さ、角度を調整することができると。でペダルの角度も調整可能です。カバーを引き抜くと、このようにバネと軸が見えてくるんですけど、このバネについては工具なしで取り替えることができます。後でお見せします。動作の機構なんですけども、初めは踏み込み量に対して線形的に踏み込まれていて、最後にニョキッと一気に踏み込まれるというような機構になってます。最後にニョキッと一気に踏み込まれるような、そういう機構って何で表現されてるのかなっていうと、一番中心部分見てほしいんですけど、レールというか溝ですね。溝の形が初めまっすぐで最後に一気に曲がってるんですよね。でそれが初めは重いんだけど最後軽くなってスコッと入ると。そしてちょっと取りますけど、本体をプレートに乗せるとこんな感じ。穴はこういう感覚で開いてます。で溝があるので、そこにケーブルを隠すこともできます。これは本体に付属していたボルト類なんですけど、こんな感じであります。それではボルト締めやっていきたいと思いますけど、付属の六角レンチ使ってもいいんですけど、私がですねこのトネンの六角レンチをふるさと納税でちょっと前にゲットしてるんで、それを使っていくぞというちょっと見せつける動画になりますね。はい。これが今私がメインで使っているシムペダルズスプリント、ヒューシングベルト社のシムペダルズスプリントなんですけど、もしかしたらこのモザのペダルがめちゃくちゃ良かったらこれにモザノに変わってるかもしれないですけど、ドイツ製ということで、ちょっとなんかメカメカしくてアルミだよ、アルミが主張してるんですよね。使いやすいですしコントローラブルですしということで、愛用してるわけなんですけど、調整しやすいんですよね。ただちょっと前々から気になってるのは、最近ちょっとアクセルがキコキコ言い始めたなと。これは時間経ってるんで、油さしたりとかなんかしたら戻ると思いますし、しょうがないかなと思います。あとネジ一本一本がちょっと細いのを選定されているなという印象があって、土台をシムのフレームにつなげるときに付属のネジがちょっと細いんですよね。で穴も小さいんで、これがちょっとねちょっと頼りないですよね。あとこの土台に取り付ける際に上に穴が開いてないんで、かなり取り付けたり外したりするのが大変だというので、こうやって横から頑張ってアクセスしてボルトを外していかないといけないわけなんですよ。だからペダルのレビューっていうのは極力僕に頼まないでもらえたら嬉しいななんて、心で思ったりするんですけど、今回はモザさんの今のところ一番ハイエンドなペダルのレビューということなんで、ありがたくお受けいたしました。で取り付けたわけなんですけど、標準の状態でこう踏んでみると、明らかにちょっとペダルの位置が高いなっ
っていうのが第一印象です。踏んだ感じはそれぞれ合成感があっていいんですけど、ペダルの位置下げようっていうことで、とりあえずペダルを下げていきました。ペダルプレートは2本のネジで止まってます。これ裏から見た、図というか動画なんですけど、でペダルプレートを外したらこんな感じ、こんだけ穴が開いてます。で3センチぐらいの調整幅があるって書いてましたね。でこれペダルプレートを固定する穴ですね。こんな感じに穴開いてます。でブレーキだけ一番低くして、でアクセルを標準で、クラッチを一番高くしたらこんな感じ。ブレーキが、こんな感じでペダルの高さは調整することができます。ちょっと走る前にですね、キャリブレーションだとかファームウェアアップデートについてやっていって、このモズのピットハウスのソフトについて軽く説明していきます。このモザの標準ソフトを使ってまずキャリブレーションしてます。でスタートキャリブレーティングを押すとですね、でそこで1回だけフルでブレーキ踏んで、そして離してくれと言われるんで、5秒か10秒の間にそれをやるんですけど、ここでかなり本気で踏み込んでしまっちゃったんで、これ実戦で同じパフォーマンス続けて出しきれないなと思いました。ただこれは一番下の方のプレッシャーポイントセッティングっていうのをこう調整すると、動力っていうのは調整できるんで安心してください。でここからいろいろ踏みまくっていきます。で使用しているソフトは iRacing ですね。まずはちょっと靴下で遊んでみたいと思います。アクセルもリニアに反応しますし、クラッチも、ここでは踏んでないですけど全く問題なく、反応はしますし、反応に関しては問題ないんですけど、ちょっと僕の足25センチぐらいなんですけど、ブレーキがね、靴下でやるにはやっぱかかとをちょっと浮かせて踏み込まないと力が入らないかなと。これ設定のせいなのかもしれないですけど、裸足だとちょっと今のところ力が入りづらいです。これはヒールプレートの高さがちょっと低いからなのかもしれないですし、そのストッパーの位置をもうちょっと奥にしてみたりだとか、そういう風にする必要あるかもしれないんですけど、ちょっとまだいいポジションっていうのを個人的にまだ見つけられていないところですね。なんで今のところどうとも言えないです。はい。なんかちょっとかかとがね、もうちょっと足がでかかったらストレスなく踏めるのかもしれないですけど、女性が靴下でプレーっていうのはちょっと難しいかもしれないですね。今んとこそんな感想を持ってます。でもほとんどもうまだちょっと触ってみただけですぐ動画撮ったんで、ほんとどうとも言えないんですよ。なんでちょっと次回の動画を期待してもらえたらなということで、ちょっと登録ボタンを押してください。いいねも押してくれたら、すごい頑張れますし、コメントいただいてもそれを糧に頑張りますし、そうですね。ちなみにこれ裏から撮った動画なんですけど、旧式のCRP ペダルにはこの CRP2 と旧式の CRP というものがあって、 CRP の中にも初期型と後期型があると。だから CRP ペダルって、3種類あるんですけど、一番初めのやつっていうのがこのプレートもたわんでたみたいなんですよ。で後期型で改良されて、そして今 CRP2 になったということで、合成感は問題なさそうですよね。であとかかとの位置が定まればいいのかななんて今のところ思ってるんですけど、ちなみに靴でやるとそのまま力は伝えることはできました。ちょっと次回までちょっと待ってください。ち
っといろいろ試してみます。